This is Risa. Today I'm with こまち。イエーイ今日初めてのその音楽のミュージックビデオの企画で小町さんとコラボレーションしまして、今からインタビューしたいと思います。小町さん、簡単に自己紹介お願いします。はい。COMACHI と書いて、こまちです。ラップをしたり、歌ったり、トラック、プロデュースもしたり、ミュージックをやっております。イェイ、お願いします、はい、今日は。で、小町という名の由来は何ですか？はい。こまちっていうのは、日本の昔の言葉で、女の子とかそういう意味があるんですけど、小野の小町っていう人が昔、歴史上の人物でいて、すごく、五七五の日本の詩を、和歌って言うんですけど、日本の詩を、書いていた、すごく上手だった人の歴史上ですごく有名な人のからインスパイアされて、私もリリックを書くので、それで、そこから小町っていうのにしました。小町さんがそのリリックを書き始めたのは何歳ぐらいの時からですか？多分、高校生ぐらいだと思います。高校生ぐらい。はい。何かきっかけありましたか？歌詞を書き始めたのは、ヒップホップを好きになってから、やっぱりヒップホップっていうのはやっぱりね、自分の言いたいこととかを、言葉にしていくっていうことで、いろんな日本のラッパーさんとかにも影響を受けて書き始めました。一番初めにすごくよく聞いたアーティスト、影響を受けたアーティストって誰ですか？高校の時ヒップホップハマってからは、最初は、ローリンヒル。ローリンヒル。をすごい聞いてました。その前にもっとロックだったり、ミクスチャーミュージックだったり、いろんな音楽はやってて、バンドもやったりしてたんですけど、はい。そのバンドの時はどういった音楽をやってたんですか？最初は、60s とか 70s とかちょっと昔のロックが好きで、ジャニス・ジョプリンとか。でも洋楽なんですね。洋楽がすごい好きで。で、そっから、ヒップホップとちょっとクロスオーバーした、Rage Against the Machine とか、ミクスチャー、ロック&ヒップホップみたいなのも聞いて、そっからもうヒップホップにもガッと行きました。じゃあもう影響を受けたのは日本の音楽っていうよりもその洋楽？洋楽の方が80% ぐらいかな。なるほど。サウンドとかやっぱカルチャーがすごくね、かっこよく新鮮に映ったのかなと思いますけどね。じゃあ今その曲を全部自分で書いたりとかしてらっしゃると思うんですけども、そのインスピレーションは一番どこから受けますか？いろんな日常のことであったり、自分が思うことっていうのが本当に多いんですけど、今回、このアルバム、今回このね、そうです、リリースされたアルバム。縄文グリーンっていうアルバムをリリースして、パフォーマンスした The Voices of Kamui もこのアルバムに入ってるんですけど、このアルバムなんかは、縄文っていうのが、キーワードで、縄文時代っていう、1万年以上前の日本っていうところから、インスピレーションを受けたり、本当に様々なことに、インスピレーションを受けてますね。なぜ今縄文なんですか？縄文時代ってすごく、これは学者の人とかが言っている説なんですけど、1万年以上戦争がなかった時代だって言われていて、縄文時代っていうのは、自然の中に自分たちがいて、そこで生かしてもらっているっていうような感覚で生きていたんじゃないかっていう。なんかそういったことがすごく、現代にもすごく大事なメッセージだなって思ったし、あとは神様って、この The Voices of Kamui の、カムイも後でゆっくり話しますけど、神様なんだけど、神様の感覚も一人の神様がいて、それどっちが正しいとかではなくて、木にもね、石にも、水にも火にも、それぞれに神様が宿っていて、たくさん神様いるんだよっていう、日本の八百万の神っていうような、感覚が、芽生えていたと言われていて、
なんかそういったことがすごくメッセージとして、はい。すごい力強いメッセージですね。うん、今どちらかというとその自然とかをコントロールして生きやすいように、なんか世の中がなってますけど、その縄文時代はその自然に寄り添う形で、ね、平和にみんな共存しようよっていう考え方が根底にあったということですね。今回パフォーマンスしていただいた The Voices of Kamui のカムイとは何ですか？北海道に住んでいるアイヌという、人たちのカルチャーの中の、言葉で神様という意味なんですけど、神様っていう言葉はさっきも言ったように The God っていうような、一人の神様っていうようなイメージが強いかなと思うんですけど、そのカムイというのは、本当こういう机にもいるとか、なんかその、本当にいろんなところに神様の魂が宿っているっていう考え方で、それはすごく縄文時代から受け継がれてきた、考え方、カルチャー。それがアイヌの方々が持っていて、私はそこの、にインスパイアを受けて、はい。お子さんができてから、その曲に影響って出ました？何か。この前、ある人に、すごく扱うテーマが、壮大に、大きくなりましたねって言われたんですね。で、それで、あって思って、なんかその、平和とか、なんかそういうものが、意識されてるって言われたときに、もしかしたら、その、自分一人の時は、今が良ければいいっていう感覚だったけど、子供ができてから、やっぱ子供が大きくなった時、そのまた子供が大きくなった時に、やっぱいい世界であってほしい、いい地球であってほしいっていうふうなことを思うことはあるので、だからこそその、ね、縄文とか、このテーマが大きくなってきたのかなっていう感じは、そうやって言われて思ったりはしました。言われて気づいた。はい。そのライブをすることたくさんあると思うんですけど、ライブで大事にしていることは何ですか？やっぱこう、自分の中の熱を増幅させて、やっぱりお客さんとシェアして、さらにその熱を大きくしていくことがしたいことなので、なるべくこう、見てる方と、こう、一つになれるようなパフォーマンスだったり、するように心がけて。ライブしてる時に客席の温度感ってわかるものですか？わかります。やっぱり、すごくおとなしいところでやったら、そういうおとなしいライブになるし、もうお客さんが、もうすごいテンション高くて、もうすごい踊ってたら、そういうライブになっていくし、面白いですね。今までで一番心に残ってるライブとかありますか？一番、なんかすごい、空気感が一つになったなとか。どこなんだろうな。でも本当にたくさんの今までショーがあったんで、ちょっと一番一つになったっていうのはちょっとわからないんですけど、でも心に残ってるライブとしては、自分の10周年、活動10周年でやったワンマンライブは、やっぱすごく長い2時間とか、やっぱり自分で歌ってやったので、とても、心に残ってるし、DVD にもね、なってますし、はい。DVD はどこで手に入れられますか？ DVD は、私のやっている、クイーンズルームという、オフィシャルサイトがあって、そこからショップっていうページに行けば、できますので、ぜひ。すごい素敵なカバーですね。今までの私のアルバム、デビューアルバムが Day Before Blue とか、Red Naked とか、ゴールデンソースとか、全部色でやってって、今回縄文グリーンだな。グリーン。はい。
これは、5月の16日から全国で、CD は買えるんですが、はい、その前までは、私のショップで飲みてます。今日は縄文グリーンをリリースされました小町さんに来ていただきました。小町さんの情熱がたくさん詰まったアルバムですので、皆さんぜひチェックしてみてください。じゃあ、小町さん、一言ビューアーにメッセージお願いします。はい、今日は私の、インタビューと映像を見てくれて本当にありがとうございます。この縄文グリーン、私の過去の最高傑作とも言える、CD になりました。言葉はね、わからなくてもきっと日本の昔から伝わる情熱とか思いとかメッセージが、音楽を通して、ハートに響くと思いますので、ぜひ、聴いてみてください。そして、機会があればライブにも皆さん遊びに来てください。今日はどうもありがとうございました。小町さん。村雲の裂け目から覗く月光、虹も夢映す雪の結晶、優しく包むすべての現象、幻想ではない尊い信仰。